とこママ情報局です。春休み京都旅、今日はですね、八坂神社を参拝したいと思います。八坂神社は実は私の両親が結婚式を挙げた神社なんですね。私京都出身でありまして、14歳までね京都にいたんですけれども、ですのでね、何度か八坂神社は参拝で訪れたことがあるんですけれども、いつかねこのとこママ情報局で八坂神社、訪れて参拝している様子撮影したいなと思っていたんですが、ようやくその日がやってまいりました。でね、今日はですね、その八坂神社の七不思議に迫りながら、境内のねいろいろな見どころのご紹介をしていきたいと思っております。それではこれから八坂神社の方に向かいます。京都東山地域四条通りの突き当たり、朱塗りの大きな門が見えています。バスも頻繁に通る交通量の多い通り沿いにあって、とても目立つので分かりやすいですね。行ってみれば京都東山のランドマーク的なスポットになっています。はい、八坂神社到着しました。ここ大きいね石碑が立っていますね。で、こちらがですね、西の楼門と言われる八坂神社が、一番、有名とされている、皆さんがねよくこちらから入られるというそういったもんなんですが、早速八坂神社七不思議の一つ目、実はこちらは真正面の門ではないんですね。で、参道の正面、御社殿の真正面にあたる門というのが南の門の方になりますので、今日はですねそちらの南の門の方から入りたいと思います。ですので七不思議というよりは、皆さんが思っている西の門が正門ではないよっていうことなんですよね。私もね長い間それは知らずに、こちらがね、一番大きな真正面の正門だと思っていました。ですので南の門からね入るのは実は初めてなんですよね。知らなかった。八坂神社南門の方にやってまいりました。こちらね大きな寛平大社八坂神社の石碑が立っていまして、で石造りのねすごく大きな明神鳥居ですね。江戸時代に作られた門で国の重要文化財に指定されています。確かに本当にこちらが正門なのかなという感じです。境内の早咲きの桜でしょうかね。ちょっとだいぶ終わりの頃なのかな。夜のうちにね雨がすごく降りまして、境内まだねしっとりと地面が濡れています。こちら赤い門ですね。高さ約14メートル、幅約9メートルの大きな門、三間一戸と言われる様式の楼門です。まるでお寺の山門のようなスタイルで神仏集合を感じさせますね。この南門をくぐっていよいよ御社殿前へ。早朝の境内、まだ人もまばらです。社務所はまだ開いていませんが、この八坂神社24時間参拝できます。こちらは拝殿ではなく武殿。この武殿の向こう側に御本殿の拝殿があります。ではここで八坂神社のご由緒をお話しします。地域の人から祇園さんと親しみを込めて呼ばれる八坂神社。今は八坂神社というお名前ですが、以前は祇園社と称していました。創始については諸説ありますが、社殿としては2つの説を伝えています。筆頭に挙げられているのが渡来人による創始。656年に
高麗より来朝した入り氏が新羅の国の五頭山に座したスサノオノミコトを山城の国に奉祭したことに始まるとされています。八坂神社が高麗の人によって創建されたということ、そしてスサノオノミコトが祀られている神社だということは分かっていましたが、そのスサノオノミコトが新羅の国の五頭山に祀られていたということを八坂神社が公式なご由緒としていることにとても驚きました。日本神話のスサノオノミコトはどこから来たのかという大きな謎の答えがあっさりと記されているのです。もう一つの説はお坊さんが建立したという説。貞観年間876年に南都の僧円如が当地にお堂を建立し、同じ年に天神祇園の神が東山の麓に降り立ったことに始まるとされています。このどちらの説が正しいのかははっきりしていませんが、その頃は神道も仏教も混然一体となっていましたから、それもそうなのかもしれません。いずれにしても八坂神社は東山の麓に位置するこの地は古来より神を感じる神秘的な地であったことがうかがえますと伝えています。そしてこの八坂神社のパワーは創建間もなく発揮されます。877年、疫病が大流行してしまった際に祇園社に祈りが捧げられました。すると流行が止んだのです。今では縁結びの神として信仰されている八坂神社ですが、元は疫病少女のパワーが発展のきっかけとなった神社なのです。京都三大祭り、日本三大祭りとして知られる祇園祭も国家の安寧と疫病少女を願って始まった八坂神社の祭礼です。そこには怨霊信仰も深く関わっています。祇園林が奏でられる中、豪華絢爛な山鉾が都大路を進む姿は世界の人々を魅了し、山鉾巡行はユネスコの世界無形文化遺産にも登録されました。そんな八坂神社にはお正月だけでも毎年100万人が訪れ、さらに昨今のインバウンドやアクセスの良さもあって年々観光客の数は増え続けています。賑やかな八坂神社とは全く違う早朝の境内。ゆっくりと参拝撮影ができましたが、至る所撮影禁止の看板も立っており、神社の方によるとなるべく話しながらの撮影や御社殿など正面からの撮影は遠慮してくださいとのことでしたので、その点も配慮しながら撮影させていただきました。七不思議2つ目は御本殿の下にあります。公式ホームページによりますと、八坂神社の本殿は池の上に立っており、その池は清流の住む流血だと言われています。現在その池は漆喰で固められており見ることはできません。明治38年の本殿修理に従事した当時11歳の職人の方の内々陣真下の池には清冽な水がたたえられ、何か神秘的な雰囲気に満ち満ちていたという証言が残っているのだそうです。八坂神社の清流が都を災いから守っているのですね。御本殿向かって右側の柱の下で西を向いて手を叩くと、その音が反響してあたかも竜が吠えているように聞こえるのだとか。私も手を打ってみましたが、確かにグワンという感じで音が響きました。早朝の静かな境内だったのでよく聞こえましたが、日中人が多くにぎわっている状況ではちょっと分かりにくいかもしれませんね。力水は抹茶大神宮社の横に湧き出ています。この力水は祇園神水とも言われていて、この水を飲んですぐ横の美し御前社にお参りすると美人になると言われています。美しい三姉妹宗像三女神が祀られる美し御前社、
実はこちらにも美容水と言われる湧き水が湧き出ているんです。その水を肌に数滴つけると身も心もきれいになるという言い伝えがあります。力水と美容水が湧き出るこの場所は美のパワースポットと言えそうです。天照大神が祀られる内宮社と豊受の大神が祀られる下宮社が鎮座する大神宮社、この2社の間には二見岩と言われる岩があり、地球の地軸に達するほど深くまで伸びていると言われています。ちょっと分かりにくいですが、ちゃんと二見岩の石碑も立っています。これでしょうか。鹿島神宮の要石を思わせますね。地球の地軸にまで届いているかどうかは分かりませんが、とても大切に守られている特別な石という感じはしました。かなり歴史を感じさせる石の灯籠。永久年間の頃、白河法皇が祇園女房のもとに赴かれようとこの辺りを通りかかった時、折しもさみだれの降る夜で前方に鬼のようなものが見えました。法皇はお供の平忠盛に討ち取ることを命じましたが、忠盛はその正体を見定めての上とこれを生け捕りにしたところ、灯籠に火を灯そうとしていた祇園の僧侶でした。忠盛のこの思慮深さに人々は大変驚かされたとのこと。以来この灯籠は忠盛の灯籠と呼ばれるようになりました。七不思議というより、この灯籠にまつわるエピソードといったものですね。末社の日吉社。境内の比較的奥の方なので、ちょっと薄暗く静かなところに鎮座しています。その右側の手前、全く目立たず看板も立っていません。以前は大きな木があった場所、その切り株の横にあるのが夜泣き石。何の変哲もない普通の石に見えますね。しかし夜になるとこの石から人のすすり泣く声が聞こえるとか。木がなくなってもこうして残されているということは、何か魂が宿る特別な石だとされているのかもしれませんね。以上が八坂神社の七不思議。しかし八坂神社の見どころはこれだけではなく、むしろ末社や摂社など八坂神社がどういう神社なのかを知ることができる場所が他にもたくさんあります。こちらはそのうちの一社、大国主社。ご祭神は大国主の神、少な彦名の命、琴城主の神。大国主の神は御本殿にお祭りされているスサノオノミコトの6世にあたる孫神で、縁結びの神として知られています。八坂神社が縁結びの社と言われるゆえんはこちらにあるわけなんですね。また大国主の神が最初の妻と出会うきっかけになった日本神話の稲葉の白うさぎ伝説にちなんで、大国主の神とうさぎの像もありました。こちらはスサノオノミコトが櫛七姫の命とご結婚の際に読まれた歌の歌碑。役も立つ出雲八重垣妻込みに、八重垣作るその八重垣を。八重垣という言葉が3回も入っていますね。妻と暮らす新居に幾重にも垣根を作って妻を守ろう。そんな妻への愛情あふれた歌なんだそうです。それにしてもどうして垣根をそんなにたくさん作らなければならなかったのでしょうか。ちょっと不思議な歌ですが、この歌は日本の31文字の和歌の始まりと言われているんです。荒ぶる神スサノオノミコトですが、実は日本最初の和歌を作った和歌の神様でもあるんです。なかなかギャップがありますよね。こちらは祇園恵比寿さんと呼ばれ親しまれている恵比寿神社。その名の通り恵比寿様をお祭りしています。大国主の神の巫女神である
琴白主の神と同一とされている七福神の中で唯一日本由来の神様で、商売繁盛のご利益があるとされています。でもなぜこちらにはこの漢字なのでしょうか。昼子とも読めることから、恵比寿様は実は昼子説もあるようですね。またわざわざ北向きと書かれていることも面白いなと思いました。西の楼門をくぐってすぐのところに鎮座している狛犬獅子像の台座には、京の都を守護しているとされる獅神の装飾が施されています。白虎、朱雀、玄武、そして青龍。この青龍こそ御本殿の地下深くに住んでいるという伝説の青龍なのではないでしょうか。青龍は東の方角を守護しており、まさに八坂神社は京都の東にあり、都を守護しているというわけです。この時代、人々がいかに神々の力を信じ崇敬していたかがわかりますね。八坂神社について今回は七不思議をテーマにお届けしましたが、掘り下げればもっと深い歴史があり、まだまだ謎や見どころがたくさんあります。だからこそ何度でも足を運びたくなる、そんな神社でした。最後にこちらは八坂神社のすぐ裏、丸山公園のしだれ桜。ちょうど見頃を迎えていて、とっても綺麗でした。はい、八坂神社いかがでしたでしょうか。私も何年ぶりかにね訪れて、両親が結婚式を挙げた我が家ゆかりの神社をね参拝できて本当にね嬉しかったです。で今回初めて八坂神社の七不思議ということをね、調べていろいろ知りまして、そういったこともテーマにね参拝するというのも楽しいもんだなと思いました。ただ本当にねインバウンドで、京都は今外国人の観光客もすごく多いです。で八坂神社もこの東山界隈ねものすごい大混雑なんですけれども、そういったこともありまして、今日はね早朝7時半ぐらいから、八坂神社の方ねいろいろと参拝しながら見させていただくことができまして、この時間帯ですとやはりね人も少なくてゆっくりといろいろなところが見られます。おすすめは本当に早朝ですね。で撮影に関してもやはり真正面からね御本殿とか御社殿の撮影というのが非常に難しいですので、そのあたりもねマナーを守りながら参拝したり撮影を楽しんだりということもねしていかなければいけないなと改めて思いました。いやーしだれ桜もすごくね綺麗に咲いていて、いい時期に京都八坂神社訪れることができて本当に良かったです。さて次回のとこママ情報局、当初は八坂神社を参拝した後、東山界隈をブラブラと楽しんでいる様子をお送りしようと思っておりましたが、ちょうど藤の花が見頃でとっても綺麗に咲いている、そんな神社を参拝してきましたので、季節のタイミング的に先にそちらの様子をお送りしたいと思います。次回のとこママ情報局もどうぞお楽しみに。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。